ごく稀だが、私の周りにも予知能力、いわゆる超能力、サイキック能力を持つ者というのが急に現れることがあるということだな。先輩方、私だ。無事、現代、2019年代に、帰還ダイブ成功した。少し時空嵐が厄介だったが、なんとか乗り越え、無事にこのアンジトにたどり着くことができたということだ。それで、まず、これを見てくれ。何やら2020年1月6日もしくは16日に災害が起きる夢を見てしまったという内容のメールをもらってしまったということだな。非常に厄介なことになったな。先輩方は知っているか知っていないかわからないんだが、超能力、いわゆる予知能力というものは普通のごく一般的な人間であっても突如として覚醒することがあるということは前もって言っておこう。前に消化体のことを話したことがあると思うんだが、トレーニング次第で予知能力というのは人それぞれ突然開花するものもいれば少しずつ開花するものもいるということ。それでもって最終的にうまくいけば予知能力を成功するに至るものというのが出てくるということだな。何と言えばいいかな。表現が少し難しいことではあるんだが、宇宙全体を想像してほしいんだが、宇宙全体にはさまざまな周波数の電波のようなものが流れているということだ。地球上にもさまざまな電波が流れているのと同じで、宇宙全体にも本当に数えきれないほどの膨大な数の無数の、なんと表現すればいいか、情報の電波といえば一番わかりやすいかな。そういったものが宇宙中に漂っている。さまざまな情報が宇宙中に漂っていると想像してもらえればいいかな。その電波をキャッチする感覚に似ているということだ。その宇宙中に広がっている電波を消化体、人間が持つ消化体という受信機でキャッチするということだ。周波数をぴったり合わせてさまざまなもちろん周波数というのは流れている。それぞれに自由自在に周波数をコントロールし、宇宙中に膨大な数浮遊している情報を捉えることに成功するものというのが稀に出てきてしまうということだ。そう、コツを完全につかむものというのが出てきてしまうということだ。そうだな。私がもし未来人じゃないと仮定しようではないか。これを見ているものであっても、私が未来人と実は思っていないものというのも多くいることであろう。それは仕方がないことだな。私としても別に信じなくても結構だということだ。いい。それで私が未来人じゃないと仮定してみよう。それで宇宙に漂っている予知能力という情報を
自身の覚醒した消化体で完全にキャッチして、それで過去の有名な予知能力、いわゆる 3.11 と、あとは熊本地震、それらを2連続で的中させた時というのを考えてほしい。2010年の秋頃に突然掲示板に訪れ、3.11 のちょうど3ヶ月前に、あまり気づかれないように暗号として山に登れと警告を発し、それでもって熊本地震に限っては一発で我慢できずにピンポイントに年号と、あとは日付すべて完全に的中させたり、正直熊本地震に関してはやりすぎたとは思っている。ピンポイントすぎてかなり身の危険を感じたことというのはあったんだが、先輩方もしっかり理解しているとは思うんだが、おそらく世界で私がたった一人だけだな。これほどピンポイントに的中させたのは、自分で言うのもあれだが、世界にたった一人だけだということだ。どっかの占い師みたいに、数打ち当たるみたいに毎月日付を多く広範囲で言ってはないということが、過去の記録を読み返しても理解することができるであろう。しかしそれでも疑うものというのは少なからずいることであろうが、そういったものは俺もできる、私もできると思うのであれば、ぜひやってほしいかなと考える。一発勝負でピンポイントに当てるのは1000億%の確率で無理だと言っておこうではないか。私以外はだな。そもそも私が残した記録というのは、世界中の現代科学を総動員させても一発でピンポイントに年号と日付を的中させた仕組みというのを解明できないと断言しておこうではないか。そしてこれも言えることなんだが、私が一発でピンポイントに年号と日付を的中させた仕組みを様々な証拠をもとに理論的に説明できるものは世界中で残念ながら一人も存在していないということだ。どうあがいても説明できないもんだから、強引に所詮オカルトと強引にレッテル張りをして逃げていくものというのしか私は見たことがないということだな。しかし先輩方、はっきり言うが、予知能力、特殊能力が覚醒したのであれば、100%、限りなく 100% に近い確率で予知ができると断言しておこうではないか。あと、未来からの訪問者ならば問題なくできるということだな。この2点だな。未来人であれば、もちろん未来を知っているからできるということ。あとは予知能力があれば、そういったピンポイントで的中させることができる。だから2択だな。そしてこれは言っていいのか悪いのかわからないが、世界中に点在している超能力者は、はっきり言うが、ほぼ全員宇宙とアクセスに成功したものばかりだということだな。これは霊能者であってもそうだ。だから要するに全ての鍵を握るのは宇宙の情報に、宇宙中に漂っている情報にアクセスできるかできないかの違いなだけ。簡単に言えばだな。ただしその方法というのは危険極まりないから、あえて言わない者もいたりするし、具体的に何かしら理由があって話せない者というのもいたりするし、様々で言わない者というのも大勢いるということだけれども、私がこの際だからはっきり言うんだが、さっきも言った通り、宇宙に漂っている情報にアクセスできるかできないかの違いなだけだということだな。そして今回このメールの主、2020年の1月6日もしくは
1月16日に、災害が起きる。災害といえば、南海トラフ巨大地震。それに伴う巨大津波だとか想像するだろう。了解した。はっきり答えようではないか。1月6日もしくは1月16日に大災害が起きるかどうかというのをはっきり言うとするのであれば、起きない。よって安心して構わないぞ。ということで今日はこの辺で終わりにする。以上だ。